大日本帝国海軍唯一の心臓工作艦明石。今回の動画では当時の資料をもとにこの艦がいかにして生まれ、そして散っていったのか、その全貌をざっくりと解説していきます。工作艦の誕生と明石誕生の背景。帝国海軍における工作艦の歴史は意外と古く遡ります。日清戦争当時、軍用船品川丸や元山丸を使用したのがその最初と言われており、日露戦争時にも特務工作船が存在していました。海軍は当初より工作艦の重要性を認識していたのです。しかし慢性的な予算不足から本格的な工作艦の建造には至りませんでした。そこで海軍は日露戦争開戦当初に鹵獲したロシア帝国の輸送艦マンチュリアを専用の工作艦関東として改装運用することになります。ところが関東は旧式であることは否めず、1924年に座礁事故によって失われてしまいます。こうして日本が保有する専用の工作艦はゼロになってしまいました。時を同じくして第一次世界大戦を経た日本はマリアナやマーシャル諸島を委任統治領として勢力下に置き、南洋諸島を手に入れます。これにより艦隊が活動すべき海域は一気に広大となり、高い修繕能力を持つ新型工作艦の必要性は一層高まっていきました。こうした背景のもと、壮大な艦隊整備案である88艦隊計画では、19000トンクラスの超大型工作艦の建造が計画されます。しかしこの計画も、ワシントン海軍軍縮条約の締結によって中止を余儀なくされてしまいます。多数の主力艦の建造が断念されたことで、新型工作艦の存在意義も低下し、さらに軍縮期における予算不足も加わった結果、海軍は民間船を数隻特設工作艦に仕立て上げる計画で、とりあえずの対応とせざるを得ませんでした。多目的工作艦という高い要求。そして1934年、丸二計画においてついに専用工作艦の建造予算が国会で承認されます。これが明石誕生への直接的なルーツとなりました。新型工作艦に対して海軍が求めた要件は、基準排水量約1万トン、速力19ノットというものでした。もちろんそれだけではなく、一隻であらゆる工作が可能となる多目的工作艦としての性能まで求められることになります。しかし当時の日本には新型工作艦の運用実績がほとんどありませんでした。そこでまずアメリカ海軍が建造した最新鋭の工作艦メデューサを参考に、その設計資料を各方面から収集するところから始めます。研究が進むにつれ、佐世保工廠では実物大の木製模型まで製作し、最適な機械配置を探る徹底的な研究が行われたと言われています。こうして昭和14年、1939年7月31日に就役したのが待望の新鋭工作艦明石でした。驚異の艦内工場とその全貌。明石の艦上で目を引くのは、艦上に林立する巨大なクレーン群です。艦首側から5トンデリック、10トンデリック。艦中央には23トンデリック、後方にも10トンデリックを備えています。側面4カ所には1トンダビットも設置されています。艦内には第1、第2機械工場、仕上げ組み立て工場をはじめ、鋳造、鍛冶、銅、兵器、電気工場など多彩な設備が並びます。工作機械は旋盤、フライス板、ボール板など、実に144台もの機械が搭載されており、中には最新のドイツ製も含まれていました。就役後、艦隊から工作能力に不満ありという声が全く上がらなかったというほど、その評価は高いものでした。前線の連合艦隊を支えた明石の性能。機関には定評ある満型ディーゼルを搭載しています。ディーゼル機関でありながら信頼性が高く、燃料消費量も抑えられているため、長期の作戦行動においても非常に合理的な選択でした。発電設備も充実しており、艦内工場への安定した電力供給を実現しています。艦艇部の広大なスペースには、補給なしで約3ヶ月分の任務をこなせる920トンもの工作材料を積載可能でした。これは1工程あたりの使用量の約3倍にあたり、前線での長期運用を強く意識した設計であったことがわかります。さらに明石は工作能力だけでなく、救難設備も備えていました。13台の移動式排水ポンプを保有し、
損傷艦の応急対応にも対応できる体制が整えられていたのです。もっとも、これらの装備が実際の救難作業に使われることはなかったとされています。明石星の機体ともう一つの計画。こうした設備を駆使する明石は、平時において連合艦隊の年間修理工数のなんと4割をこなせる能力を持つと見積もられていました。さらに注目すべき事実があります。1942年の建艦計画、マルゴ計画の原案では、明石の同型艦2隻の建造が予定されていたのです。この増強は急速に拡大する海軍戦力に対応するための措置だったと考えられます。しかしこの計画が実現することはなく、帝国海軍が保有できた近代的かつ専用の工作艦は、明石、ただ一隻にとどまることになってしまったのです。戦火の中の明石と明石の最後。日米開戦後、明石はトラック島へと進出し、多数の損傷艦の修理に奔走します。その活躍は目覚ましく、ミッドウェー海戦で大破した重巡洋艦、最上への仮艦首装着をはじめ、第二次ソロモン海戦で中破した軽巡洋艦、陣痛の修理など、トラック島を拠点として次々と損傷艦の復旧に当たりました。戦艦、大和、空母、太陽、重巡洋艦、青葉、軽巡洋艦、阿賀野、駆逐艦、春雨、秋月など艦種にかかわらず、その他多数の艦艇の修理に従事し、まさに前線の動く交渉として欠かせない存在となっていったのです。しかし当然ながら、米軍もその重要性を熟知しており、明石は最優先の攻撃目標とされていました。そして1944年3月30日、米機動部隊によるパラオ大空襲が敢行されると、明石は多数の爆弾を受けて大破着底、その波乱に満ちた生涯を終えたのです。はい、ということで今回は工作艦の明石を特集してまいりました。またこういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録や高評価もお待ちしております。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならバイバイ。後で共有しておきます。